ペンテルさんの筆ペンが大好き大好きって言い続けていたところ、ペンテルさんから送っていただきました。なんとこれは今回はなんと私がペンテルさんの筆ペンが大好き大好きって言い続けていたところ、ペンテルさんから筆ペンを送っていただきました。ということで、もうこの紙封筒に入って受け取らせていただいたんですけど、中身はということで、私ちょっとさっきちらっと覗かせていただきました。いつもペンテル筆の中字というもので、ペンテルさんの中では比較的安価なものを私は普段愛用させていただいております。ただ今回送っていただいたのは高級の方です。なんとこれは速乾ペンテル筆という風なものです。前回私がペンテルさんの筆ペン使わせていただいた時は中字ということで、通常のインクだったんですよね。発色はすごく綺麗で、ただ手が滲んでしまうんですよ。私も子ども対象の書道教室、筆ペン教室、筆ペン講座を開催するときに特に中学生以下の生徒さんの時に滲んじゃった、跳ねちゃった、服が汚れちゃったっていうトラブルが非常に多かったので、今回速乾というものを使わせていただくことによってすぐに乾く、手が汚れずに書道ができる、特にのし袋書きだったりとかお手紙文を早くきれいに書くときには有効的だなというふうに思っております。開けてみて、このパッケージのところからなんですけど、色がもう純粋にかっこいいですよね。ここ紫色になっているんですよ。でそれからキャップの方は黒になっております。でカードリッジタイプですので、ここのところインクは詰め替え形式になっております。速乾専用のカードリッジタイプっていうものを買ってインクを詰め替えていただくという形式になります。それでは、早速中字の方から、私が中字好きなので開けさせていただきたいと思います。親切なんですよね。裏のところに特徴っていうところと正しい使用方法まで書いてくださってるんですよ。もう小さな文字でもさらさら書けるっていうことで、中字は大は小を兼ねるっていうことで、中字でもおそらく小さい字とか細い字も書いていただけると思うんですよね。でこう上からピリピリピピリピリピリと破っていくんですよね。でそうすることによってこれ出ます。しかも透明タイプなんですよ。これは透明ですので穂の長さが分かります。こんな感じです。でナイロンの径っていうのは賛否両論あるんですけど、私はすごく大好きで、1年間2年間3年間、私がペンテルさんのファンになって今3年目なんですけど、毎日使っても全然気が痛まないんですよ。強いコシのナイロンで作られているっていうのが魅力的です。ということで、もともとこの赤いリングがついていて、この赤リングを外していただくことによってインクは出るんです。で外して、しかもこれ初めて筆ペン使う方でも使っていただきやすいようにネジになってるんですよ。で回します。まず上を押したらインクが出ます。極細から開けちゃいました。極細です。極細です。よいしょ。こういう風にインクが出てきます。ここまでインクが出ましたよね。ということでちょっと続いて中字も同じように開けさせていただきたいと思います。で中字も同じように裏こうなってるんですよね。こういう風になっております。でここのところに中字とか極細っていう表記があるので、これで間違えないように気をつけていきます。私もうっかり間違えてしまいました。で中字の方は黒キャップになってるんですよね。で細字、細字の方と比べるとやっぱりね少しこう太いと思います。幅の方がね。これもネジの方をひねっていただいてインクを出していきます。きました。両方どんどん黒のインクが出てきましたよね。でこれで初めて筆ペンを使った方にサプライズでいつも生徒さんにやっている遊びを2つご紹介するんですけど、まだは中字の方からです。いきますね。コピー用紙を使ってまず1回目はバラの絵を描いていきます。
速乾タイプの筆ペンはもともとね黒いんですけど、これ普通上のペンテルさん中字だったらはじめちょっと水分が多めのネズミ色のね色が出ることが多いので、これでにじませていきます。でインクが完全に出るようになったらバラを描くのをやめます。これ私が絵画の先生に教えていただいた描き方です。これでインクが整った状態になったら、もうインクの調整バッチリっていうことです。でいつもよくやってるのが、横にこうやってコメントを書いて生徒さんに渡したりしてます。この筆ペンのインクを調整することによって、もう通常の筆で書いていただいた時、例えばお名前書きだったりとかっていうのは墨が多すぎず少なすぎずっていう時があるんですけど、その絶妙のバランスっていうものをこの調整で整えることができます。例えばこのありがとうまで書いた時点でまだインクが出すぎるなと思ったら、横に違う文字も書いたらいいんですよね。例えば英語でサンキューって書かせていただいたんですけど、この字の量を増やすことによってインクを自分が満足できる一番書きやすい、手が馴染みやすいところまで調整していただくことができます。これは仮名書道とかによく使われるんですけども、初めはすごくインクが出るので、もう一個の遊びです。竹の方を書かせていただきますね。結構速乾ということでやっぱりすぐ書きますね。全然にじまないです。これは私が書道の先輩先生に教えていただいた技法なんですけど、水墨画の竹ですね。もう一番簡単な形で書かせてもらいます。っていうのはこう授業の初めにやっぱり40人クラスとか担当させていただいている時に、全員分を50分以内に書くってなったら一番早く簡単に書けるものがいいんですよね。極細なんですけど結構出ますね。太い線も100人一首でも書かせていただきましょうか。極細なのでね。で仮名書道で字入れていきますね。人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の、平安時代楽天なかったのにそうにしときます。昔の葉に濁いける。はい、極細を使っていただくと、通常の筆、動物の毛の筆のイタチの毛だったりとか、栗すきの穂先のもの、それから玉毛の穂先を使っただけの線に近いものが出ます。うさぎの毛の中でも、最高級のうさぎの時の描きぶりとすごく似ておりました。筆ペン1本で書道の実用書だけじゃなくって、仮名書道だったりとか本格的な書道もしていただくことができるんですよね。実際に私これを極細と中字どっちが好きかなっていうことで検証させていただきたいと思います。おそらく私どっちも好きだと思うんですけど、順番に検証させていただきたいと思います。これ筆で書いたって言っても分かんないですよね。いやすごい好きです。ということで私は花さんでからの、企画でヤマトの方改めまして鬼滅のキラリ